このビデオは外国人の皆さんに日本の災害や逃げるところ、マイタイムラインというあなたの逃げる計画について知ってもらうためのものです。まず日本の災害について伝えます。1、日本の災害について。日本にはたくさんの自然災害があります。地震、津波、火山の噴火、大雪、大雨、台風、竜巻、高潮などです。日本は世界でも地震の多い国です。2011年に起こった東日本大震災という大きな地震の災害では約1万9000人の人が亡くなりました。また、地震は津波というとても高い波を起こすことがあります。日本には活火山というこれから噴火するかもしれない火山が111もあります。噴火とは火山から溶けた岩、土、砂などが出ることです。噴火の被害はたくさんあります。御嶽山の噴火では63人も亡くなりました。日本に住んでいる人だけではなく、観光に来る人も含めてたくさんの人たちが大雪の被害に遭っています。日本の半分以上は豪雪地帯という雪がたくさん降るところです。豪雪地帯は日本海側にたくさんあります。そして日本では台風や大雨もたくさん起こります。2019年10月に起こった台風19号では約100人の人が亡くなりました。2020年7月の大雨では約90人の人が亡くなりました。日本は台風の通り道にあるため台風がよく来ます。台風が来ると海の水が陸に入る高潮も起こります。さらに台風が多い9月、10月には強い空気の渦巻きである竜巻がたくさん起こります。日本では6月から10月頃は雨や台風が多いので川の水があふれやすいです。この間は特に水害、水の災害に気をつけてください。2、日本の避難所について。大きな災害が起こって家で生活することができなくなった時や家にいることが危ない時には知っている人の家に逃げたりホテルに泊まったり家の中の安全なところに逃げるほかに市役所などが決めている避難所という逃げるところへ行くことができます。避難所とは大きな災害が起こって家に帰ることができない時に過ごしても大丈夫なところです。日本の避難所は学校の体育館や公民館などの施設が多いです。大きな地震が起こった時や大雨や台風が来る時などに建物が避難所として使えるようになります。避難所は無料で誰でも使うことができます。しかし地域の施設なので家やホテルのように自由に過ごすところではありません。では避難所には何があるのでしょうか。避難所には生活するところや備蓄品という水、食べ物、生活に必要なものなどがあります。避難所では寝ることができます。トイレや服を着替えるところ、洗濯、料理、勉強するところがある避難所もあります。多くの避難所には水や食べ物、毛布などの生活に必要なものがあります。しかし3日分の水や食べ物、生活に必要なものは自分で準備して逃げるときに持っていきましょう。ホームセンターなどで買うことができます。いつも飲んでいる薬など自分が必要なものを確認しバッグに入れてください。人にうつる病気の予防のためにマスクやアルコール、体温を測る機械なども準備してください。避難所は市役所などが管理していることが多いです。しかし働く人が足りないこともあるので、集まった人たちで協力してやることもあります。
皆さんも手伝いますかと聞いて一緒にやりましょう。一部の地域では大きな災害が起こると災害多言語支援センターができます。災害多言語支援センターとは、災害の情報を外国語で皆さんに教えてくれるところです。センターの人が外国人がたくさんいる避難所を回り、情報を集めたり、教えてくれたり、相談を聞いたりします。避難所はどこにあるかを調べるアプリ、全国避難所ガイド、ジャパンシェルターガイドを紹介します。このアプリは無料でダウンロードできて、日本語、英語、中国語、韓国語に対応しています。皆さんのスマートフォンで避難所を確認できます。外にいる時でも近くの避難所を簡単に調べることができます。3. マイタイムラインとは。日本では毎年たくさんの人が水害、水の災害で亡くなっています。被害に遭った人の多くは早く逃げていたら助かっていました。また逃げ遅れたけれどもヘリコプターやボートで助けられた人もいました。ここでは水害から安全に逃げるためのマイタイムラインについて紹介します。マイタイムラインとは、川の水があふれる前にあなたが安全に逃げるための計画です。台風や大雨によって起こる大きな水害は何日か前から予想することができます。地震は急に起こりますが、水害は逃げる準備をする時間があります。水害の時に逃げるところは避難所や水が来ない高いところなどがあります。家にいることが危ない時は逃げてください。安全に逃げるためには、水害が起こる前にいつどこに逃げるかを決めておくことが大切です。台風や大雨が起こってからだと、いつ何をしていいかわからず逃げることができないかもしれません。前もって川の水があふれるまでにすることや準備するもの、いつ動くかを決めておけば早く逃げることができます。逃げるために準備するものや逃げるところ、いつ逃げるかは人によって違います。だから自分だけの安全に逃げる計画を作る必要があります。2015年に関東・東北で降った大雨では約4300人の人が逃げることができませんでした。また2018年に西日本で降った大雨では多くの人が家で亡くなりました。避難所に逃げた外国人は少なかったです。これまでの水害で逃げることができなかった人もマイタイムラインを作っていたら安全に逃げることができたかもしれません。また逃げることができた人でもマイタイムラインを作っていたらもっと安全に逃げることができたかもしれません。まずはあなたの家にあふれた川の水が来るのか確認しましょう。マイタイムラインは一人一人準備ややることの順番が違います。引っ越しや仕事が変わった時など生活の場所が変わったらもう一度作ってください。外国人の皆さんも水害について考えることができるようにたくさんの言語でマイタイムラインを用意しました。あなたの選んだ言語でマイタイムラインを作ってください。4. 危ない場所と逃げる情報。災害が起こったら危ない場所にいる人は逃げなければなりません。では危ない場所とはどんなところでしょうか。危ない場所には山が崩れやすい場所の周りにある土砂災害警戒区域や大雨が降った時に水が来やすい浸水想定区域などがあります。市役所などのウェブサイトやハザードマップという危ないところに色がついている地図で調べることができます。
川の水があふれる災害を洪水と言います。マイタイムラインを作るときに必要な洪水ハザードマップを使って浸水想定区域をパソコンやスマートフォンから確認してみましょう。ハザードマップポータルサイトに入って重ねるハザードマップというウェブサイトを使います。まず洪水想定最大規模を選びます。地図の画面になったら、ここにあなたの住所を入れて検索を押します。住所がわからないときは、この現在地アイコンを押して今いるところから探すこともできます。またこのアイコンを押せば避難所、逃げるところが出ます。まず浸水深というあふれた川の水が来る高さを調べます。左上の情報を押し、表示中の情報を押して洪水浸水想定区域想定最大規模が選べているか見てください。選べていなかったら押してください。川の水が来やすい危ない場所には色がついています。来る水の高さ、深さによって色が違います。色がついている場所を押すと何メートルかわかります。次に浸水継続時間というあふれた川の水が残る時間を調べます。左上の情報を押し、表示中の情報を押します。今回は浸水継続時間、想定最大規模を選んでください。川の水が残りやすいところには色がついています。水が残る時間によって色が違います。色がついている場所を押すと水が残る時間がわかります。最後に家屋倒壊等氾濫想定区域という川の水があふれると家が壊れるかもしれない場所を調べます。左上の情報を押し、表示中の情報を押します。家屋倒壊等氾濫想定区域の氾濫流と河岸浸食の2つを選んでください。川の水があふれると家が壊れるかもしれないところには赤い色がついています。洪水ハザードマップはこのように使います。危ない場所を確認したら、次はいつ逃げるかを考えます。洪水などの災害が起こりそうな時には、気象庁や市役所などが災害の情報や逃げるための情報を出します。逃げるための情報は5つの警戒レベルを使って伝えられます。警戒レベル1は天気が悪くなりそうな時に出る情報です。天気の情報を集めたり逃げる準備をしてください。警戒レベル2は天気が悪くなってきた時に出る情報です。ハザードマップやあなたが作ったマイタイムラインを見て、これからの行動を確認してください。避難情報の中でも特に大事なのが、実際に逃げ始める警戒レベル3、高齢者等避難と警戒レベル4、避難指示です。警戒レベル3、高齢者等避難とは、お年寄りや障害のある人など、逃げるのに時間がかかる人は逃げてくださいということです。また、警戒レベル4、避難指示が出た時には、危ない場所にいる人はみんな逃げる必要があります。なお、警戒レベル5、緊急安全確保が出た時には、すでに大きな災害が起こっています。これが出るのを待っていてはいけません。警戒レベル4までに安全な場所に逃げてください。また、
警戒レベル3以上の逃げるために大切な情報はテレビやラジオ、ウェブサイトやメール、スピーカーなどで日本語を中心に伝えられます。セーフティーティップスのような多言語に対応しているアプリをダウンロードしておいて、情報が出たら必ずわかるようにしておきましょう。ただし、このような避難情報が出るよりも早く危なくなることもあります。集めた情報やあなたが作ったマイタイムラインを見て、危なくなる前に逃げてください。